はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年7月17日です。今回は HKT48 劇場で開催されるひまわり組逆上がり公演の初日を見に行きます。ありがたいことに初日公演に当選することができました。また演目変更前まで実施されていたパジャマドライブ公演の千秋楽にも当選しました。千秋楽の感想やパジャマドライブ公演の歴史、逆上がり公演に演目が変更された経緯などは以前の動画で解説しています。動画下の概要欄にリンクを貼っておくので、興味ある方はご視聴よろしくお願いします。公演開始まで少し時間があるので、本日から始まる逆上がり公演の歴史を紹介します。逆上がり公演は2009年4月11日から2010年2月21日まで AKB48 チーム K が行っていた公演です。その後 SKE48 チーム E、NMB48 チーム B2、SNH48 チーム N2、NGT48 チーム G でも実施され、2022年4月25日から2023年10月13日まで AKB48 チーム K で再演されていました。そして本日2024年7月17日から HKT48 ひまわり組で公演初日を迎えます。国内48グループの中では STU48 と HKT48 以外は行ったことのある公演で歴史のある演目です。また秋元さやかさんや宮沢沙絵さん、梅田彩香さん、大島優子さんを筆頭に AKB48 のレジェンドたちが作り上げた公演でもあります。HKT48 メンバーは誰一人として経験のない演目なので、セットリスト以外は公演が始まるまで何もわかりません。しかし初日公演の3週間前にはすでに振り入れは終わっていたらしく、それなりの余裕はあるようです。どのような公演になるのか注目です。逆上がり公演の見どころやどのような公演なのかは公演終了後に詳しく話します。それではこのタイミングで本日の逆上がり公演出演メンバーを紹介します。伊沢美優ちゃん、市村愛理ちゃん、伊藤ゆえるちゃん、井原杏奈ちゃん、今村まりやちゃん、川平ひじりちゃん、栗原さえちゃん、栗山里奈ちゃん、坂本里乃ちゃん、竹本くるみちゃん、田中いおりちゃん、地藤絵ねねちゃん、淵上舞ちゃん、森崎さやちゃん、柳瀬玲也ちゃん、山内優奈ちゃんです。出演メンバー16人中8人はパジャマドライブ公演千秋楽にも出演しました。逆上がり公演は寸劇やソロ曲の虫のバラードなど他の公演と比較してメンバー一人一人の個が強く見える公演です。取って代われるメンバーが少ない曲が多いので、各メンバーがどの曲にどこの立ち位置でどのようなパフォーマンスをするのかによって同じ演目の公演でも見え方が大きく変わります。初日公演に出演するメンバーは我々ファンに何を見せてくれるのかとても楽しみです。それでは時間なので逆上がり公演初日を楽しんでいきます。公演が終了しました。初日公演だったこともあり、劇場前は当選者はもちろん、ロビー鑑賞の待機列が並び、通常公演よりもはるかに多くのファンで賑わっていました。ロビー出入り口にはウェルカムボードと逆上がり公演初日を祝うフラワースタンドが展示されていました。ロビー内はパジャマドライブ公演千秋楽と逆上がり公演初日開催の発表があった時に用意されていた横断幕がメンバーのサイン入りで飾られていました。座席番号は118番で比較的前の席から公演を見ることができました。ちょうど空調設備の冷房が直撃する席で公演開始から終了まで終始寒かったのですが、公演を見ることに集中できたので十分楽しめました。初日公演とは思えないほど緊張している様子は客席からは見えず、メンバー一人一人がのびのびとダンスパフォーマンスをしていた印象を受けました。これから先はセットリストをもとにさらに深掘りして本日の初日公演の感想を話します。この公演の見どころも随時話をしていくので、最後までご視聴よろしくお願いします。公演前の影アナウンスは地頭絵ねねちゃんでした。この後すぐに逆上がり公演の名物である寸劇が始まりました。日帰りでメンバーが入れ替わり開催される模様で、時間は5分程度、ほぼアドリブで出演メンバーは5人ほどです。今回は今村まりやちゃん、地頭絵ねねちゃん、井原杏奈ちゃん、伊藤ゆえるちゃん、山内優奈ちゃんの5人がコントを披露しました。公演ごとに内容が変わるので、今後はコント以外もあるかもしれません。ちなみに前
前座はないので公演開始時刻は定刻通りです。オープニングは手のひらからスタートしました。チーム H 目撃者公演のオープニング曲である目撃者と同じくコールなしで真面目で良い歌詞です。その後は逆上がり、否定のレクイエム、その汗は嘘をつかないと続きます。オープニング4曲は歌詞が非常に良く、歌詞が好きなメンバーが多いらしいです。自己紹介 MC のお題は意気込みでした。竹本くるみちゃんは絡みが少ないメンバーと仲を深めたい。伊原杏奈ちゃんは今回の出演メンバーの中では最年少なのでフレッシュに頑張る。伊藤ゆえれちゃんは一番不安だった寸劇が終わったのであとは楽しみたい。今村まりあちゃんは同じく一番緊張した寸劇が終わったのでリラックスして頑張る。栗山里奈ちゃんはユニットは何に出るのか楽しみにしてほしい。坂本里乃ちゃんは寸劇が終わるまでずっと待機していたのでその反動で頑張る。森崎さやちゃんは逆上がりするくらい一緒に全力で盛り上がりたい。淵上舞ちゃんはチーム K2 期生パーティーが始まるよ、脳内パラダイスなど自分と馴染みが深いので魂を出し切って頑張りたい。田中よりちゃんはメンバーとファンにたくさん目を合わせて良い一日にしたい。伊沢美優ちゃんはパジャマドライブ公演に負けないくらいパワフルで楽しい公演なので精一杯頑張りたい。地藤絵姉ちゃんはコントが終わったので何でもできる気がする。市村愛ちゃんは約10年ぶりに公演で逆上がりをして余裕でできた。その熱量を皆さんに届けたい。栗原さえちゃんは同じく逆上がりができたので頑張る。川平ひじいちゃんは初日なので差し入れが多く特にドーナツがたくさんあった。ドーナツを食べて初日のパワーで頑張る。山内優奈ちゃんはコントが一番緊張した。もう怖いものはないので残りを頑張りたいと話していました。自己紹介 MC 終了後はユニットパートに入りました。ユニット予想は皆さん当たりましたか？エンドロールは梅田彩香さん、大島優子さん、松原夏美さん、野呂佳代さんのポジションに伊藤ゆえるちゃん、柳瀬玲也ちゃん、栗山里奈ちゃん、伊原杏奈ちゃん。わがままな流れ星は小野エレナさん、小林香奈さんのポジションに今村まりあちゃん、竹本くるみちゃん。愛の色は大堀めぐみさん、奥まなみさん、近野里奈さん、増田由香さん、宮沢彩さん、石田遥さんのポジションに淵上舞ちゃん、川平ひじちゃん、坂本里乃ちゃん、森崎さやちゃん、伊沢美優ちゃん、田中伊織ちゃん。抱きしめられたらは倉持飛鳥さん、笠井智美さん、佐藤夏樹さんのポジションに市村愛理ちゃん、栗原さえちゃん、山内優奈ちゃん。虫のバラードは秋元さやかさんのポジションに地藤絵音ちゃんが入りました。栗山里奈ちゃんと伊原杏奈ちゃんがダンス曲であるエンドロールに出たのは意外でした。しかし栗山里奈ちゃんの側転を警報公演だけではなくこの公演でも見ることができました。逆に地藤絵音ちゃんの虫のバラードは予想通りでした。ちなみに虫のバラードは前年開催された6期研究生公演の希望のつぼみ公演のセットリストにも入っていて大場梨咲ちゃんがやっていました。わがままな流れ星は王道アイドル曲で頭につけるリボンはサイズが大小2つあるようです。今回は初日ということもあり大きなリボンでした。抱きしめられたらは大人メンバー3人が披露しました。おそらくこの曲はいわゆる18禁なので18歳未満のメンバーは出られないと思います。ユニット明け MC 終了後はふりして真似して海を渡れ、街角のパーティーとコミカルな曲が続きます。また海を渡れば古畑、街角のパーティーはクラッカーを使う特殊な演出もあります。後半 MC は他の公演と同じく前半後半に分かれての MC でした。前半は市村愛理ちゃんが逆上がり公演専用の新しいエンジンを考案した話。後半は栗山里奈ちゃんと坂本里乃ちゃん、竹本くるみちゃんがダンスの先生に名前を間違えられたエピソードを話していました。アンコール前の楽曲はファンレターです。他の公演のアンコール前の曲と同じで寂しく穏やかなコールのない曲です。アンコール後は不義理半端なイケメンに続き MC で公演の感想を述べていました。伊原杏奈ちゃんは一から振り入れと立ち位置を覚えたのは初めてでとても緊張した。これからはメンバーと目を合わせて楽しもうと思った。栗原さえちゃんはまだまだ未完成な部分はあるがみんなで力を合わせてこれからのひまわり組を盛り上げていこうと思う。地藤絵姉ちゃんは新公演が始まりすごく良い HKT48 と皆さんの夏のスタートが切れたと思います。メンバーの新しい一面をこの公演で見つけてほしい。8月からは7期生の研究生公演も始まります。この劇場でこれからも多くの思い出と歴史が続いていくのでその一つ一つをここで見守っていてくださいと話していました。最後はエンディング曲の定番であり R24 の博多リフレッシュ公演のセットリストにも入っていた懐
かしい曲でもある To Be Continued を披露し、本日の公演は終了しました。以上で逆上がり公演初日が無事に終了しました。全体的に全てのメンバーのダンスパフォーマンスや MC、寸劇がとても素晴らしく、特に今村マリアちゃんの寸劇は最も印象に残りました。他の公演と比較してメンバーからレッスンをもらえるタイミングが少なく感じましたが、この点はこれからだと思います。総じて感動的で元気な公演だったので、とても楽しめました。新規ファンから古参ファンまでぜひ一度この公演を見に行ってみてください。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また YouTube の検索欄に HKT48 高谷と検索するとトップに僕のチャンネルが出てきます。そこからでもチャンネル登録と動画視聴ができます。ご視聴いただきありがとうございました。